のどかだね。2540ワット。うまい。ね、マジでうまい。目の前にこう太陽があって海があるみたいな。はい。で、こちらですね、エコフロー社さんのデルタプロという製品になります。で、今回ですね、私たちはこちらのデルタプロをお借りして、今日ですね、動画を撮影していきたいと思っております。まずは、このポータブル電源を可能な限り 0% まで使ってみようと思っております。ということで、早速ですけど、移動とかね、しようかなと思います。はい、ということでですね、今ね、角上魚類、鮮魚が置いてある店で、お肉とかもあったりして、結構ね、普通のスーパーとは少しね、違う雰囲気のお店があって、で、今日のね、夜ご飯をね、そこで調達したいと思っております。まずはね、お店の方に向かいたいと思います。うわー、並んどるかな、やっぱり並んでそうですね。もうすでにお腹空いてきた。うん。入れる。混んでるね。じゃあとりあえず一応入れたので行ってくる。いっぱい買った。大量。先荷物入れちゃえば。じゃあ一回ゆうちゃんここで待ってよ。そうだね。じゃあ冷蔵庫入れてこっかな。めっちゃ美味しそうじゃない？これ400円だよ。卵のマグロ。意外といけてる。ビールが入れば、あ、いいんじゃない？うん。ついにデビューした小鉢さんのバッグ。そう、これね、いただいたバッグなんですよ。早くペン買わなきゃ。一回ここ置いて、とりあえず出発の準備しますか。この後どこ行こっかなってとこで悩むね。ちょっと行きたいところはあるっちゃあるけど、混んでるのかな。むちゃくちゃ大回りして逆から行く。そうね、藤沢がもう真っ赤なんだよね。よし。行くで。はーい。藤沢方面マジバカ混みしてて、これ動かんいうぐらい真っ赤っかだったので、ちょっとやめました。今向かってるのがね、七里ヶ浜の駐車場に向かっております。鎌倉逗子方面から回っていこうかなと思います。ということで、まずはね、このバイパスから横までね、行っちゃおうかなと思います。左側海や。海だー。逗子？今カビゴンがいてんのこっち？逗子側の方がパパは雰囲気好きだけどね。あー、ママもなんかあんまり見ないスポーツをいっぱいやってる。どこにでもダイエットじゃないの？あ、なんかトゥクトゥクみたいなのある。トゥクトゥクじゃん。え、これトゥクトゥクなの？今のところ有名なところや。何で言うの？なんかのドラマ。全然わかんない。いや、僕も知らない。なんかのドラマ。およそ1キロ先。はい、今ですね、ようやく駐車場まで来ました。これ？七里ヶ浜のね、駐車場になります。こっち側に止めようか。ああ、いいんじゃない？うーちゃん。ここで海を見ながら。到着。はい、じゃあみんな一回手拭こう。ははい、どうぞ。はい、じゃあご飯食べよう。今日のご飯ーい。どうでしはうーちゃんはネギトロ丼。ネギは取ってあげる。ママイクラネギトロ丼。パパはこれねアジ。あとお味噌汁。ということで、ね、このデルタプロ使う時が来ました。早速なんですけど、お湯をね沸かそうかなと思います。シェアカップでそれ。OK。刺すと。電源を入れて、停止を押す。でケトルの起動を押すと。はい、ということで今ね電源入りました。今1250ワットぐらいを使用しております。1200ワットを2時間かけ続けても耐えれるというのがこのバッテリーの容量3600ワットアワーになっております。はい、その間うーちゃんはですねもうご飯を食べております。美味しい？スプーンにしてあげようか。早い。早っ。もう開けた。早っ。めっちゃ早っ。はい。で、使い終わったらですね、塩1回切ってあげると。で、切ってあげたら、抜く。よいしょ。すげえ 1% しか減ってない。マジ？やば。ケトル使って 1% しか減ってないと恐ろしいっすね。よし。
じゃあね、このお湯を使ってお味噌汁をね入れていきたいと思います。お味噌汁はですね、もうインスタントの長ネギのやつです。やっぱシェラカップもいいな、あると。便利。便いいね、車でこんな簡単にお湯が使えるっていいね。利。最高。お味噌汁もできました。はい、ということでね、ここからね海を見ながらご飯を食べていこうかなと思います。さあ食べよよいしょ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 。う。いい感じ。うーちゃんなんてもう上の部分だけ食べちゃったからさ。これで500円でちょうどいいな。なんかサイズ的に。うまっ。めっちゃ美味しいよ。ちなみに反対側は江ノ電撮ってる。そう、ちょうどね海と江ノ電に挟まれてるよね。うーちゃんこの後お風呂行くらしいよ。楽しみやったー。なんでだと思う？お外温泉でしょ。超わかる温泉？もかれ温泉。はい、ちなみに車からの景色はこんな感じです。すごい景色だな。ちょうどね目の前にこう太陽があって海があるみたいな。で今 FF とかも切ってるけど全然あったかいよ。あったかい。ごっさました。お昼ご飯はこれで終わり。それ何書いてあるの？何にも書いてないよ。うーちゃんがお絵かきパッドを持ってます。こんな感じです。それは何の絵ですか？これはプリンセスの私の絵。プリンセスの絵ですか？ラプンツェル。ラプンツェルだね。ピンゼル。はい、ということでここからねお茶をね飲みたいって話だったんですけど、まあ実際はお茶というか抹茶ラテ、このねドルチェグストっていう簡単にねコーヒーができるメーカーなんですけど、ただこれもね消費電力それなりに高いと思うんですよ。なんつってもこのめちゃめちゃでかいデルタプロがいるんで、これだったらいけるやろってよ。ここにつないどいて、はい。外して入れて電源入れて、で設定して。はい、今ですねドルチェグスト起動開始しました。でここの3に合わせてそうレバーを引くと、瞬間1400使ったわ今。これ車で使うってなかなかじゃない？なんだこれって感じだったね、うーちゃんね。うーちゃんあんま見たことないんだっけこれ。うーちゃんなんだ今の、何が起きたんだろうね。知らない。もう一つのやつを。そう、これはね2つで1つのものを作るんで OK。 おー、いい感じ。これでもさやっぱ容量大きくないと無理だね。とりあえず1杯目出来上がり。いくよ。いいよ。でそうするとほぼ1400ぴったり。それでもまだ 98%。すごい。はい、パパの2杯目。はいどうも。こんな感じで抹茶ラテの出来上がりです。これを2杯分作った後のデルタプロなんですけど 99% からスタートしてあとまで 97% あります。使い切らんのよこの余力がありすぎる。強すぎんな。1400ワットも1200もやっぱ使うときはファンは回ります。ファンは回ってそれなりに音はするんですけど、この1400ワットの負荷がかけ終わってゼロとかに戻った瞬間にもうすぐ音が収まったので、長いことファンをするというよりかは本当に使ってる時だけ回して終わったら割とすぐ止まるような感じのファンでした。じゃあパパの方ね。あ、これ美味しいじゃん。抹茶。うまいね。そんなに思ってか甘くないの。じゃあちょっと飲んでみる？大丈夫。どう？美味しい？お腹がもうあったか。明日飲む朝。飲む明日。ね。本当に全部持っていいのかな？いいよ。いくらでしょうか。いくらでしょう。1200。2時間くらいいたんだ。2時間ぐらい。タイプだったの。江ノ電ね。アンパンマンのマーク。本当だね。富士山がうっすら見える。本当うっすら富士山。とりあえず今から今から厚木の湯からくまで。いやーでもたまにはこんな時間もいいな。そう上結構ねゆっくりできたんで。のんびり。で今日はもうね厚木に行くんで茅ヶ崎のところまでこのままずっとねまっすぐ走っていっちゃおうかなと思ってます。ういちゃんほら江ノ電来たよ。スラムダンクここか。この上から下っていったところがスラムダンク。
逆側のあれね。小爆の最後のシーンはここですね。映画のあのシーンはここ最後。あともう少し 500m ぐらいで目指してた温泉湯唐楽の厚木店に到着します。今ね時刻5時過ぎたので、だいぶねちょっと辺りが暗くなってきました。これやろ。そうだね。湯唐楽。マジか。止まれねえや。あら。これか。うん。これなんだっけ。第二駐車場よかったね。開いてて。はい、ということでこれからですね温泉に行くんですけども、その前に昨日ねちょっと買ってきた 1.5 号の炊飯器にセットしといて、それから温泉に行こうかなと思っております。じゃあちょっと置いて。はい、ということでね今から炊いていきたいと思います。 OK、 もういい？見て。ほんまで、ちなみに今ポータブル電力はこんな感じです。218ぐらいかな消費しております。なので一旦ねこのまんま炊き込んでおきます。でこの間にね今ね温泉に行ってきちゃおうと思っております。行ってきます。どう？おいしい？今戻ってきたらもう出来上がってる。保保温なのかな。それでも94。3% 減ったわ。さっき97だったから。よーい、ドン。わあ炊けてる。おーすごいね。とりあえず一回このまま置いといて。もうしとこうか。これでっかいね、割と。これうーちゃん持ってないくらい。どれやかてるよ。うーちゃんのドライヤーが今終わって、今 92% だから 2% だけ。すごい、今終わったけど 3% しか使ってない2人で。はい、今からですね田代運動公園というね神奈川県だと無料キャンプ場の一番有名なキャンプ場が僕らはねあくまでも外には出ないという、ずーっと中で過ごすというプランです。はい、ということでもうすぐですね田代運動公園の方に着きます。あと 500〜600m なんでもうすぐですね。それなりにいるかな。それなりにいるね。入れるは入れる。空いてるっちゃ空いてる。あ、でも思ったよりは混んでないやん。秋とかに比べたらね。今日は混んでない。よし、ちょっと場所決めたから一回置きます。はい、じゃあここでですねちゃんと本当に炊けてるのかどうか開けて。見てください。おー。むしろこんなちっちゃくて炊けるんだからすごいね。このね iPhone と高さそんな変わらないですからね。12 Pro とこれはねキャンピングカーではいいよね。いい。これからちょっとねずっと乗せとこうと思ってるねこれ。今日はねこちら電気鍋を使います。で今日は海鮮しゃぶしゃぶをやろうと思ってて、それ用に持ってきました。こういうね電気鍋とかってずーっとある程度温度を保つぐらいで 1000W ぐらい多分使ってるからかなり消費するかなと思ってます。これよく見たら焼き物と鍋物ってあるんだね。OK。1017。これ今気づいたんですけど、向かって左側こちら側が排気ファンで、こっちが多分吸ってる吸気の方。ちなみにですけどこの 1000W の状態をずーっと続けると3時間ほどでこの 89% を使い果たすというような計算になっております。一旦入れときます。今日ガス使ってないからね。ノーガスでやる。ノーガスで。少し強火から弱くして200のところにセットしたんですけど、この温度を足してるってことで一旦ね電源が供給が止まりました。どれぐらいまで削れたかというとこちらです。約 5% ぐらい削れましたかね。でこの状態でもう鍋は完全にグツグツです。このねネギを入れて、あと大根と椎茸を入れて、あとはしゃぶしゃぶしていくってやつね。絶対うまいでしょ。こんだけありゃいいでしょ。はい。さあうーちゃん、中トロの時間ですよ。しゃぶ
ぶしゃぶだけどちょっと野菜は先に。はい、ということですね。今日はこのしゃぶしゃぶでいきたいと思います。これ野菜ね。ブリと中トロ、マダイの刺身をしゃぶしゃぶで食べようと思います。ういちゃんは目の前に中トロがあって早く食べたくてしょうがないと。気になる電源ですけども 82% です。まだまだいけます。いや、これは絶対うまいでしょ。ういちゃんは乾杯する？いいよ。乾杯。お菓子。はい、乾杯、乾杯。一回マダイでいってみようかな。パパもタイでいこうか。一回ノーマルでいただこうか。いただきます。うまっ。うまっ。ネギもいいけど大根もめっちゃいい仕事してる。それ何？ブリ。こんなもんいい。いいね、いいね。よいしょ。どっちがいいかな。柚子胡椒からいっちゃおうかな。もう一回。ううまい。うまい。ね、マジでうまい。ね、マジでうまいんだけど、パパ食べないの？食べる。パパもすぐ食べるよ。なんかビールが秒でなくなりそうだもん。そうでしょ。こんな感じですね。もうあっという間になくなりそう。ブリの実といえば日本酒。いや、これ食いながらこの日本酒マジやべえな。お、今ですね、一旦ね切れたんですけど、でもねもう 67% なんで、デルタプロもねこの電気鍋にちょっとやられてきた。で逆にこんなに電気使うのにデルタプロは熱を感じない。こんなに使ってこんなにファン使わして、やっぱねこの辺はすごい。あー、うまそうだね。若干パパお腹減ってきたわ。おー、うわ、うまそう。ちょっとおこげチックなのできてしまいましたね。これうまい。はい。ということで、ちょっと今ね、ご飯食べながらだったんですけど、車内の内部コンセントっていうのがあって、ポータブル電源をつないであげると、車の外部コンセントの代わりに電気を使うことができるんですよ。そちらをですね、今からつないで、実際に車の中でモニターとかね、100V 電源を使ってみようかなと思います。このね、100V をつないで電源をオンにすると。今、外部コンセントのところに光がついてますので、今ね、ここに 100V が来てます。なので、差します。よいしょ。こんな感じでモニターが使えるようになります。で、あとね、Chromecast つないでますので、ここからはね、普通に iPhone からここにモニターを映し出すことができます。こんな感じでね、全然問題なく使えております。ちょっとね、YouTube 見ながらご飯食べようかなと思います。ということもあって、発電する能力が決して高くはありません。まさかのデルタプロが出るらしい。同じや。今年から発売するデルタプロです。ということでね、ちょっとね、お前らまだ食うのかって言われそうなんですけど、実はですね、ハマグリ用意しております。これをね、オーブントースターでですね、加熱しようかなと思っております。で、方法としては、くっつかないアルミホイルを引いて、この上にハマグリを並べてチンしようかなと思っております。で、あとはこのまんまね、パッカンするまで待つ。あと 61% のところからスタートします。火力は強。こんな感じでスタートしました。これ意外と使ってないの。960か。アイリス大山のオーブントースター。そう、定格が 1000W で、しっかりね 1000W 以内で使えてます。なので結構正確なんですね、この数値って。どんぐらいでパッカンするんだろう。あ、もうでもワクワクするね、パッカンする。口がほら。めっちゃおお。びっくりした。だね。もういいかな。2つパッカンしたから。OK。チーン。残りの消費電力は 58%。61% からスタートしたんで、わずか 3% でマジ？オーブントースターを使いました。こんな感じでパッカンしました。でもさ、やっぱ食べ物は美味しく食べたいじゃん。つまみ食い禁止。本当だよね。ハマグリのバター醤油です。ちっちゃくなっちゃった。むちゃくちゃうまい。これは太るわ。でもこれでハマグリをさ、車でできるようになっちゃう。うまかった今日。
もうね一通りね使おうと思ってた電気は全て使いました。快適なキャンピングカー旅ができる、車中泊の旅ができるっていうのも一つなんですけど、やっぱりねここまで蓄電池としての利用ができるっていうのはやっぱこう災害用緊急用バッテリーとしてもすごい心強いんじゃないかなってね今回やっぱ思いました。またちょっとね明日の朝ももう少しね使っていきたいと思います。今日はあったかいな、車の中が。FF 入れてるけど。よし、じゃあみんな寝るよ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。これ取ってちょうだい。じゃあおやすみ。うーちゃん、パパを起こしに行きましょう。そうですね。行きましょうか。こちらに案内します。こちらの部屋で寝ていますぞ。おきれい、揺れた番号。せーので、ほい。おきれいだ。はい、ということでね、今朝はね、ピザをトースターで焼こうかなと思います。これさ、両方いっぺんにいけんじゃね？ネスカフェが1400、それから1000ワットのトースター。同時に動くんじゃねっていう。はい、ということでですね、今からポータブル電源を使っていきたいと思います。車の充電がね、なくなってきたので、はい、じゃあ車充電させます。こちらですね、内部コンセントを挿すと車の充電が開始できます。よいしょ。全部コード挿したのを確認して電源を入れます。はい、今ですね約200ワットを使って車をね充電開始しました。今チャージってこの右上こんな感じでチャージって出てるんですけど、今ねこれでサブバッテリーを充電中です。サブバッテリーを充電させながらもこちら2つを起動していこうかなと思います。で今200ワット消費してるんで計算上は2600ワットになると、出力は3000なんですよ。で計算上は2600だからいけるはずですね。冷食のピザをこんがり焼く。はい、まずねこちらオーブントースターに入れました。で56分で今スタートしました。はい、こちらで今ね1100ワットになりましたのでドルチェグスト準備 OK なのでスタートします。はい、ドルチェグストも今開始しました。2541ワット、これは多分ね今回一番最大ですね。2500ワット。ただ2600かけても落ちない、マジで回る。はい、こんな感じでですねドルチェグストを使いながらトースターを使ってます。見て、めっちゃ美味しそうに焼けてる。本当だ。あ、めっちゃいい感じに焼けてる。美味しそう。やっぱトースターだと違うよね、電子レンジとは。うまい。はい、で第2弾はねこのマルゲリータ。はい、どうぞ。もうね1000ワットぐらいだったら全然びくともしないですよね。めっちゃうまそいい感じだね。焼きながら食べる。う。うまい。こんな感じでですねトースターで焼けてます。さすがにもう47だね。昨日からうちらめっちゃ家電無双してるけど。なんならずっと今も車を充電させてるから、昨日の雑炊を電子レンジで温めようかなと思いまして、で今日はねキャンピングカーに接続させないでこのケーブルをそのまんまデルタプロにつなげて使ってみようかなと思います。で電源入れる。アイラップだから電子レンジも大丈夫。そのままいける？これ何分ぐらい？電子レンジも600で流しております。車も充電させてますのでその分差し引くと、約ね900ちょっとが電子レンジで使っているパワーになります。もうね基本的に家電何使っても使えますね。はい、こんな感じですね。無事に昨日の雑炊炒めができました。これでねもう昨日作ったもの全部なくなった。なくなった。よし、おもう 38% しかない。初めての DC を使ってみます。それ髪の毛アイロンしてもいい？私使ったはいいんだけど198から202になったから4ワットかな。ペアボンズのランタンに使う。でママが AC を使うっていうのでヘアアイロンで刺す。で AC 入れる。ヘアアイロン入れたら400ワットまでいったんで、大体200ぐらい使ってるみたいです。でさっきね40何%だったのが今ね 38% しかないんですけど、これがなんでかっていうとずーっとね車充電しております。で朝 74% ぐらいだったんですけど 81% ですね。今充電してる時間が短いんで全開とまでは言えないんですけど、全然ねこれぐらいだったらいいんじゃないかな。はい、今ですねバッテリーが 83% まで充電できました。デルタプロさんは 34%。結構削れましたね。でここからはですね走行充電器使いますのでデルタプロを切って離します。ベアボンズランタンをそのまま充電しておきます。
ちらどんなものなのかっていうのをね、ご紹介させていただきたいと思います。で、こちらですね、容量で言うと 3600Wh の大容量になります。で、もちろんね、この容量もすごいんですけど、それと同時にこの 99.9% の電化製品に対応する、強力なね、出力というところで、まずですね、定格出力、こちらが 3000W で、最大瞬間出力、これが 6000W というかなりね、大きい電気を流せると。正直 3000W の 100V で流れる機器を僕持ってないので、ちょっとそれ1個だけでどうにかこれを、ね、使ってみるってことができないぐらい、それぐらいですね、出力の大きいものになっております。で、当然ね、出力が大きい、そして容量も大きいとなると、充電するのに結構ね、時間がかかるのかなと思いきや、こちらですね、X ストリーム技術っていう、これエコフロー社さんの独自技術なのかなで、充電する、要はそういう充電のね、システムみたいなのがあるんですけど、そちらがですね、なんと2時間で 80% まで充電できると。で、フル充電まで 3.1 時間でできるというので、もうめちゃくちゃ早いです。充電がね、普通の AC で充電するときも2タイプありまして、まず、スローっていう、要はちょっと遅めの充電設定。で、このスローっていうのは出力が小さくできます。で、もう一つファーストっていうの方で、高速充電ができます。で、これがですね、スローの方がおおよそ 500W ぐらい流れてました。高速の方が、もうその最大出力の 1500W で充電してて、もうこのね、エクストリーム技術っていうのがもうエコフロー社さんだけなので、もうこれはすごいです。で、実際2時間で 80%、フル充電 3.1 時間だったんですけど、当然ね、来た時にね、2、30% とかなんか入ってたんですよ、で、充電したんですけど、むちゃくちゃ早くて、で、フル充電まで2時間ちょっとぐらいだったんじゃないかな。全然3時間はかかってないです。もうほんとすぐ終わりました。で、それぐらいですね、充電がむちゃくちゃ早い。で、そのね、充電だとか、出力だとか、そういったものがですね、実はこの携帯から見られるっていう、またね、このね、面白いんですよね。こんな感じでですね、携帯でデルタプロの出力だとか入力、それから電池の残量、それらがですね、全部見れます。一個一個のね、ポートまで全部見れるんで、もうここまで見れると、もう本当にデルタプロを遠隔で使うことができる。要はちょっと遠いところに置いときながらも、電源だけ挿しといて、こっち今ね、どんぐらい出力使ってるかっていうのができるんですよね。で、ここにね、出力だとかね、放電レベルとかもね、設定できるんですよ。放電充電レベルをどこまでを最大とするかみたいな。あとね、周波数 50Hz、60Hz、これも変えることができます。これそういうこと？これこっから起動できるんだ。すごい。これ今何したかって言いますと、12V だとかの DC 出力っていうのは実はこの横についてるんですよ。この出力だとか、この AC オンだとかっていうのを、こちらからね、ボタンを押して起動させることもできる。本来ね、こうやってボタンを押して、ここがついたら起動開始なんですよ。今白マークついてるんで、これだと 100V 使えますよ、みたいな。こちらからこれを押してあげると、切ることもできる。アプリからつくことができて、アプリから消すこともできる。あと本当ね、システムの待機時間だとか、画面待機時間、AC の出力待機時間だとかっていうのを細かく設定することもできます。あとね、これね、バッテリーの中の温度が出てるんで、これやっぱね、熱くなればなるほどファンが回ったりしますので、この辺もね、見れるっていうのはすごくわかりやすいなと思います。あとね、このね、デルタプロのすごい特徴的なことで言うと、こちらですね、ここのインフィニティポートっていうところで EV の充電ができます。 EV の充電スタンドでそのまま充電できると。ただ、実際には直で充電できるわけではなくて、こちらこの箱の中にこういったものですね、 EV アダプターというものがついております。で、こちらに EV 充電スタンドの口を挿して、で、こっちにインフィニティポート、こうやってついて使うことができます。で、なんかね、それで充電すると、先ほどの 1500W よりもさらに早く 3400W で充電できると。1.8 時間以内にこのデルタプロ満充電させることができると。これはね、むちゃくちゃ速いです。 3600W1.8 時間なんで、もうとんでもない速さですね。はい。ちなみにですね、このポートの説明もね、少しね、していこうかなと思います。これも一般的の USB-A が2口かな。で、USB-A の高速タイプの電源ボタン。で、下がですね、AC の 100W、20A。はい。あとですね、この横にもポートがあるので、横のポートも紹介していきたいと思います。まず上から、これね、DC のポートです。一番上が 12V30A の、これ、アンダーソン出力ってやつかな。これ出力ですね。ポータブル電源から電気を送る方です。で、そちらのアンダーソンの下についてるのが、車とかでよく挿すシガーソケット。で、その下も DC の 12V3A が2口あります。で、これらを使うときは当然ね、このまたボタンを押すと。先ほどね、ちょっとやったアプリから起動とかもこちらも対応しております。これはね、IoT のリセットっていうことで、
アプリの通信とかをこちらでね最初、押してからペアリングするみたいな機能ですね。でこちら LAN 有線で使うこともできるというのがこちらのですねポートになります。こちらについてはですね充電のポートになっております。こちらがまずね DC で充電したりとかする時のアダプター挿すところです。でこっちが AC100V ですね。でここにですねついてるこのポートですね、エクストラバッテリーポート1、それから2、これ何かと言いますとバッテリーの拡張です。その拡張をしたバッテリーを線と線でつながなきゃいけないんですよね。その線と線をつなぐポートになります。でこのエコフローのデルタプロなんですけど、ここに取っ手がこうついてて持ち上げるとこんな感じで、こんな感じがこんな感じでキャリーバッグみたいな、重いからね。めちゃくちゃ重たいよ、45キロということで今回はですねこのエコフロー社のデルタプロを使って贅沢オール電化車中泊をしてみました。結果としてはあんだけ使ったのに結局 30% ぐらい残しちゃいました。使い切れなかった。使い切れなかった。それはねもう事実です。あんなに家電を駆使したのにそれでも使い切れなかった。それぐらい容量が大きいで高出力のポータブル電源だったということがよく分かりました。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンも押したね。じゃあまたね、バイバイ。